吉野川くずはの、それにつけても金の欲しさよ。はい、どうも、即席 VTuber の吉野川くずはです。本動画はワードプレスで広告付きブログを作りたい人に向けて作りました。YouTube への広告導入に比べて、ブログは比較的簡単です。広告収益をモチベーションに皆さんが良質な競馬予想サイトを作られることを期待しています。競馬は私の趣味なので。簡単合格、Google AdSense、審査対策と広告設定。今回はこの通り進めていきます。申請前の推奨設定、申請前の必須事項、合格後の広告設定、まとめ。この動画を作ろうと思ったのは Google AdSense に関わる必要な設定を網羅した案内がなかなか見つからなかったためです。同じ苦労を人にはさせたくない。なので本動画では Google AdSense に関わる対応の流れを網羅していきます。その分各設定の詳細な解説は他の方にお任せしたいと思います。では早速やっていきましょう。申請前の推奨設定。まず、ウェブサイトに SSL を導入します。SSL とは、ウェブサイトとの通信を暗号化する仕組みです。SSL を導入すると、例えば、お問い合わせフォームに書いたことが悪い人に盗まれにくくなります。SSL を導入したサイトは HTTPS から始まります。今や HTTPS でない HTTP のサイトは Edge や Chrome の URL 欄に通信の保護なしと表示されます。しかも警告表示が出るだけでなく SEO、Google 検索時の表示順にも影響すると Google 自身が優遇を明言しています。多少の手間はかかりますが検索の表示順は収益に関わりますのでやっちまいましょう。それにつけても金の欲しさよ。SSL の導入方法はレンタルサーバーごとに異なるのでご自身で調べてもらうとして SSL を導入した後にはワードプレスの設定で HTTPS 化した URL を反映する必要があります。また www 付けの URL などに転送を設定している場合にはそのアドレスも HTTPS にしましょう。すでにサイトを構築している場合は既存の URL を置換することになります。私はプラグインの Search、Regex を使ってまとめて HTTP を HTTPS に置換しました。必要な手間はこんなところです。ウェブサイトの AMP 化も済ませましょう。AMP とは Google が提唱するスマホ向けの表示高速化の仕組みです。専用書式でページを用意すると Google などが画面の読み込みに力を貸してくれるような感じです。なかなか表示できないウェブサイトは見るのを諦めたりしますよね。AMP 化することでそれを防げる可能性があります。安価なレンタルサーバーを使っている場合には特に重要かもしれません。AMP 化した場合には口述の Google 関係の設定に一手間加わることを覚えておいてください。ちなみにワードプレスのプラグインはよく似た名前のものが乱造されてます。AMP についてはワードプレス公式のスーパーマン姿の犬。これを目印に探しましょう。Google サーチカンソールも広告を貼るなら強くおすすめします。どういう検索でお客さんがサイトにたどり着いたのかがわかります。私のそれにつけても .com の場合、圧倒的に競馬関連記事が多いのに、1回だけ書いた今使っている BGM に関する記事の検索が多いです。Just the two of us 進行という単語で来られるのが多いんですよね。なんか申し訳ないので、今度ちゃんと音楽について投稿します。こんな感じで SEO を意識した記事作りに役立ちますし、サイトマップ XML を登録することで、設定に問題がある記事を修正すれば、検索に引っかかりやすくなります。Google アカウントが必要なので、取得するにあたっては、私の過去の動画が参考になるかもしれませんね。Google Analytics は、ユーザーのアクセス数と人気記事を細かく見えるようにしてくれます。こちらもニーズの把握に役立ちます。Google サーチカンソールと連携が必要になりますので合わせて設定しちゃいましょう。そしておすすめ設定の最後は Google タグマネージャーです。Google Analytics などの解析用コードを複数まとめて管理できるサービスです。広告への誘導も管理できるそうですが、私のような初心者だと今一つ使い切れない機能でもあります。登録だけでもしてみましょう。AMP 化した場合には個別の設定が必要。サーチ、カンソールとの連携も必要なのでご留意ください。
申請前の必須事項。まず、Google AdSense の審査を受けるには独自ドメインの必要です。それにつけても .com のようなレンタルサーバーの持ち列が入らない有償のアドレスですね。年1000円前後から契約可能ですので、私の動画でも見ていただいてサクッと導入しちゃいましょう。私が使っているレンタルサーバーの例ですが、無料で使用すると専用の広告が出るものもあります。その場合は Google AdSense と被ってしまいますので、有償契約で消してしまいましょう。安ければ年2500円程度で契約できます。まずはこの費用の回収が目標ですね。ただ、安いサーバーは速度が遅いです。速度が遅いとお客さんが減ります。サーバー選びは慎重にしましょう。AdSense の審査に合格するにあたって問い合わせフォームが有用とされています。分析を求められているのでしょう。問い合わせフォームを設置することでユーザーからの記事へのクレームや企業からオファーの可能性もあります。それに対応できる姿を見せれば審査の基準に見合うでしょう。プラグインのコンタクトフォーム7なら手軽にフォームを作成できます。あと目立つところに設置せずともフッターに載せるくらいでも OK です。もう一つ必ず用意したいのがプライバシーポリシーです。広告やアクセス解析ツールを使っていることを明言するページです。記載方法はウェブ上でサンプルを公開しているサイトも多いですし、なんなら私のサイトを参考にしていただいて構いません。ただ、自身で読んで自分なりの言葉に書き換えることを強くお勧めします。短いながらもあなたの命綱になり得るページですので、よくご確認ください。とは言いつつも、これもフッターに載せるくらいで大丈夫です。さあ、記事投稿の時間です。一番大事なのは自分の好きなものを書くことです。私なら競馬、デジモノ、そして音楽、あとはお金に関わる全般でしょうか。知名度のない一般人がブログをお金にするには時間がかかります。その間もめげずに書き続けるには書くことが好きでなければ大変です。最近よく見る、調べてみました。わかりませんでした。なんて絶対にダメですよ。今、気になることがあって調べても、似たようなサイトが暗唱されていて、パッと見てどれを選べばいいかわかりません。どれかを選んだとしても、コピーにコピーを重ねた結果、本当に読者が知りたいことが抜け落ちてしまった。サイトに当たること当たること、すべてはAdSenseによるものですが、しかしAdSenseなくしては我々のブログ活動も振るいません。ならば、どうするか。そうです。我々自身の力で良質なブログを生み出すべく、このように啓発動画を作っているのかな。いかがでしたでしょうか。審査を受けると決めたら、そこから毎日投稿しましょう。私の場合、7記事投稿した時点で申請し、8記事目を投稿した日に合格しました。審査の基準は、読者の役に立つこと、及び読んでわかりやすいことと言われています。私の場合、YouTube の動画があるので、これを利用して記事を書きました。最新のパワーポイントに自動でデザインを作ってくれる機能があり、この動画もそれでやっています。パワーポイントのいいところは、話の構成をシンプルに練れることです。加えて、動画素材をそのまま使って、後日ブログ記事にもできることです。今表示しているのは、私のサイトに実際に掲載されている競馬の記事です。こんな感じで、スライドの補足に文章をつけるスタイルなら、ストーリーがしっかりできて、読みやすい内容になることでしょう。あと好きな題材なら、無限に書けるのも続けられるポイントですね。やっぱり競馬は最高だ。最新のパワーポイントの契約については、私の過去の動画で以下略。いよいよ審査です。Google AdSense の審査画面にここまで作ったブログと Gmail を入力しましょう。また支払先住所については実際のものと本名を入力します。故にセキュリティにはお気をつけて。あとは画面通り進めていけば審査用のコードを取得できます。ここでプラグインを使いましょう。サイト Kit by Google という名前です。これは Google 公式のもので各種機能を自動で連携してくれるのが強みです。審査用のコードもこれを使えば確実に適用してくれるので便利です。また合格後には収益の状況をここから見ることができます。さあこれでコードを配置したらあとは合格のメールを待つだけです。合格後の広告設定。まずは ADSTXT をサーバーにアップロードしましょう。これは広告詐欺を防ぐ仕組みとして Google が求めている身元証明です。アップロード先は独自ドメインのフォルダの直下になります。ワードプレスを入れてるところと考えていただければ結構です。AICP 長いので省略しましょう。広告を貼る前に入れたいのがこのプラグイン AICP です。
Google AdSense はトラブルもあり、同じ人が何度もクリックを重ねると広告が停止されてしまう事例が利用者から報告されています。つまり迷惑行為によって収益が減る、そんな恐ろしいことがあるのです。本プラグインは同一人物の一定期間のクリック数を制限する機能があり、この迷惑行為を抑える効果があります。これを実装するにはショートコード化が必要で、別なプラグインを使ってFunctions PHP の修正を行います。スニッペツで調べてみましょう。さあ、広告のショートコード化が終われば実際に貼ってみましょう。汎用的なのはディスプレイ広告です。AMP 用の専用コードも別に用意してくれるので、スマホ向けにもうまく広告が出せます。慣れてきたら記事内広告や検索エンジンも使ってみましょう。広告挿入はウィジットで行うと細かいところまで指定できて便利です。先ほどのプラグイン AICP を使うには自動広告ではいけないことを覚えておきましょう。なお、当然のことではありますが、自分で広告をクリックするのは NG、他人にクリックを促すのも NG です。広告取り下げもあり得るので、よくよく注意しましょう。最後に私のホームページをもとに実際の広告の掲載例を紹介します。本サイトはワードプレスのテーマコクーンで作っています。作り方の詳細はこちらの動画で。まず PC でしか表示されない項目として右側のサイドバーがあります。ここにはディスプレイ広告をレスポンシブで表示、それに加えてサイト内検索にした検索エンジンを設定しています。画面外にも新着記事の下にディスプレイ広告をバナー表示させたりもしています。次にインデックスリストです。いわゆるトップページには記事内広告が似合います。投稿記事や固定ページについてはトップにバナー、末尾にレスポンシブを追加しています。掲載場所にはスポンサーリンクなどの広告を意味する表記を忘れずに、実際に広告を貼るまでの流れは以上になります。まとめ。本日は Google AdSense について申請してから広告を貼るまでの実際の流れを説明させていただきました。いかがでしたでしょうか？ああ、このセリフは確かに使いやすい。推奨設定でお話ししたことはいずれも必須とまでは言いませんが、広告収益を伸ばす最低限の対応のため、サイト立ち上げ時からやっておくと後が楽になります。必須事項については、これをなくして合格できない事項をお話しさせていただきました。合格後の広告設定はトラブル防止に役立つと思います。私自身がここまで対応するのに一連の流れを案内してくれるところが見つからなかったので、自分自身で作ってみた次第です。それが皆様のお役に立てれば本当に嬉しく思います。不明点があればその項目に絞って調べていただければ幸いです。ここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。皆様の素敵な競馬予想ブログをとても楽しみにしています。それでは次の競馬でお会いしましょう。さて、エンディングです。ここまでの解説は吉野川葛葉が務めさせていただきました。いかがでしたか？もしお役に立てたなら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もう一度言ってみましょう。高評価とチャンネル登録をよろしくね。ああ、それにつけても金の欲しさよ。ということでまたお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。